さあこの上に登ると、ここは振り返るとじゃーん、おはようございます。サンクのとしです。今日は京都一周トレイル、京北コース、私も初めてですけどもやってきました。現在細野口、もともとここ小学校ですかね、細野小学校ですかね、ここのちょうど京北コース1番ポストですね。ここからスタートしていって天童山まで行って、今度は道の駅ウッディ京北ですかね、そちらをゴールに進んでいきたいと思います。はい、マリコさん、今日の京北トレイル、いかがですか？今回ね、私が提案をさせていただきました。京都一周トレイル部分は歩いたことがあるんですけれども、京北のコースは誓いながら知らなかったので、ちょっと楽しみにしております。今日の一番の楽しみはパラグライダー場所、景色がすごくいいと聞いてるので、楽しみに頑張っていこうと思います。ちょっとね、朝寒いですけどね、息も真っ白でね、それ行きますか。それ行きましょう。細野口バス停到着しました。スタートはこちら、京都一周トレイル京北コース1番ポスト。ここは細野小学校跡ですね。今はもうやってないみたいです。残念ながら情報はなしです。さあ、小学校の敷地を抜けまして、しばらくはねこんな感じの道路を進んでおります。こちらに京都一周トレイルのポスト。でも上の割れてなくなってる。上の方、さっきはガスってて真っ白でしたけど、だいぶ晴れてきましたね。今日もね、昼間は気温上がりそうなんですけど、今はね多分だいぶ気温低くて、もうこの山奥でしたらプラマイ0度ぐらいかもしれないですね。こちらに京都トレイルのポスト。ここね、橋を渡って、これ滝俣の滝ですかね、そちらに向かっていきます。ちょっと看板色あせてますけども、この先ですね、進んでいきます。トレイル入ってからは結構整備されててね、横沢が流れてて、すごい気持ちいいコースですね。人もいなくて静かです。ここに3-1、急に山門が現れました。滝俣の石仏。ここも帝釈天、虎に乗ってるな。こちら文殊菩薩、こちら不動明王お不動さんですね。それこちら弁財天。すごいね、ずっとあるなこれ。なる飛天、でっかい岩、すごいね。ここにも観音様、なんて言うんですかね、ちょっと読めないですけど、周方観音、四方観音、まだまだいっぱい石仏があります。ね、こんなところにこんな石仏がいっぱいあるのを初めて知りましたね。大日如来。これ滝俣の石仏の配置図。ちょっとね、私たちここからトレイルに入るんで最後まで行かないですけど、すごい数です。京都一周トレイルはこちらの階段を下に降りていきます。こちら京都一周トレイル4番ポスト。岩の間から雨のように水が流れてきてます。すごいね、迫力ある。結構ある。これ2段になってんねん。ほんまやね、すごいな。いや、なかなかの落差、マイナスイオンたっぷりですね。マリコさんは TikTok を始められてTikTok 用の動画をよく撮っておられます。今度はここの階段を上に上がって、多分滝の上の方に行くんですかね。スタートしてからしばらくね、緩い道だったんですけど、今滝の上まで巻いていくのか、めちゃくちゃ急斜面になりました。滝の音が下に聞こえるようになったので、滝の上まで登ってきたと思われます。なかなか急でした。
さあこちらに京都一周トレイル京北コース4-1ポストですね。こちら向かっていきます。ちょっと動画では分かりにくいかもしれないですけど、あの先切れ落ちてるところが滝の上の部分かもしれないですね。はい、5番ポスト。はい、こちら6番ポスト。突き当たりを右の方ですね。今度はちょっと林道の道がねずっと続いてるんで、トレランするにはね走りやすいコースですね。でこちら7番ポスト。ただいまスタートしてから距離が約 3.5 キロぐらい、結構走りやすくてね気持ちいいコースが続いております。この辺り下ちょっと舗装路もありますね。はい、こちら7-1ポスト。ちょっと道がね作業用の林道がいっぱいあって分かりにくいですけど、まっすぐ行って右の下の方に降りていきます。はい、民家に降りてきました。ちょっと朝よりもね気温も上がってきて暑くなってきましたね。マリコさんも半袖やね。はい、こちら8番ポストですね。こちら今もう空いてるけどな、空いてるから開けっぱなししとこうか。ここ進んでいきます。こちらの公民館の前にねお手洗いあります。ちょっとしばらく道路を進んでいきます。鶏が鳴いてる。こちら京都一周トレイルの10番ポスト。ここからトレイルに入っていきます。さあここも林道でね人気がありますけども、京都一周トレイルはこちらまっすぐ伏見坂方面ですね目指していきます。ここも林道が通ってるんですけど、そしてここに京都一周のねポストありますけど、ちょっと林道はマーキングされてませんので、ちょっとコースはねじゃあまっすぐ進んでください。意外とね急な下りが続いております。ここ一応下り切ってからそこからさらに登っていくのが今日のメインの登り、天童山の方に向かっていく登りになります。さあ民家見えてきました。ちょっとねこの下り私さっき滑ってこけましたけども、雨上がりはちょっと危険な感じですね。はい、こちら民家のね中に京都一周トレイルの案内板があります。ただいま距離が約6キロ、標高は約400メートルですね。でこれから次に目指すのは茶の実峠、標高548メートル。まずはそこを目指していきます。はい、おはようございます。マイコです。お久しぶりです。今日はね京都の、一周トレイルの京北エリアを歩きに来てます。歩きに走りに来てます。すごくお天気も良くてね、人も少なくて少ないというより誰にも会わなくてとっても気持ちいいです。じゃあどんどん進んでいきます。最後のパラグライダーの、エリアですね。そこからは景色が絶景だと写真を見てるので楽しみにしてます。じゃあ行きます。ただいま距離は約7キロ、14番ポストあります。茶の実峠方面ですね向かっていきます。さあこの辺りから上りがきつくなると思います。15番ポスト、ここが茶の実峠、距離はスタートしてから約8キロですね。標高は580メートルぐらい。茶の実峠のお地蔵さん、江戸中期の頃に作られたお地蔵さんです。ちょっとこの古い石碑があるんですけどもちょっと読めないですね。右、とにかく右に行きますちょっとコースロストしました。これ京都一周トレイルのコースでね、我々天童山に向かうんでちょっと違うところなんで一旦さっきのお地蔵さんのところまで引き返します。さあちょっと先ほど間違えた茶の実峠まで戻ってきまして、このね急斜面を登るみたいです。さあ進んでいきましょう。いやーなかなか急な登りですね。ちょっとさっきよりはマシになりましたけどね、結構登ってます。
なかなかの直登です。天童山山頂は774メートル、あと200メートル弱ぐらい登ります。めちゃくちゃ急ですね。ちょっとね、おとついぐらいの夜まで雨が結構降ってましたんでね、下がねすごい濡れてるんですよね。で足元が滑るんでちょっと登りにくいですけどね。今日これマーキングのテープしてくれてるんですけど、にしても落ち葉でねコースが埋まってて、ちょっとこう人が入ってなさそうな感じで、どこがコースかよくわからないですね。さあマリコさん、木を使いながらよじ登るように急登を登っております。さあ探検隊まだ進んでおります。ちょっとでもマシになった、稜線っぽい。さあだいぶ登ってきたね。いや久しぶりになんかえぐい登り登ってきたな。もうちょっと見晴らしが良くなった。でもまだだいぶ登るで。まだあと60メーターぐらい登ります。ちょっと木の向こうはね景色が見えてます。さあこの上に登ると天童山方面への分岐があるかと思われます。さあだいぶ登ってきました。おおいい眺め。おお気持ちいい。な。すごいやん。もうなかなかのいい景色ですね。しんどかった。天童山はこれですかね。天童山に登って帰りはこの尾根沿いを進んで向こうに降りていきます。またちょっとすごいとこ進んでますよ。これ両サイドね切り立ってるんでちょっと馬の背みたいになってますね。京都一周トレイル京北の D3 ポストですね。この点線の茶の実峠から上がってきまして、ここからまずは天童山向かっていきます。天童山までそのままね登るのかと思いきや、まさかの下りでマリコさんがなんで下らすねん言うて文句言ってはります。天童山山頂はもう少しですけど、ちょっとね木の向こうの火の差し込み方とかがねすごい綺麗で気持ちいいですね。さあ天童山そのすぐ上なんですけど、ここに来てまた急斜面現れました。さあ登ってきましたね。これは天童山かな。はい。プレートある。さあ天童山山頂登ってきました。標高は775メートルです。向こうもあるな。天童山山頂の景色はちょっと残念な感じですね。はい、ちょっとお腹が空いたのでお昼ご飯食べたいと思います。私は生コッペパンダブルピーナッツ、マリコさんはミルクツイスト。いただきます。天童山山頂でお昼ご飯いただきまして、これから先ほどの分岐まで戻ってパラグライダーフライト基地、こっちの方面に向かっていきます。先ほど急斜面登ってきたんでね、今度急斜面下ります。なかなか急ですよ。先ほどの分岐 D3 ポスト戻ってきました。パラグライダー発着地、こちらですね、向かっていきます。さあそれではここから下っていきます。なかなかちょっと急斜面のね下りなんで、足元も雨で濡れてねちょっと滑りやすくて、今も滑ってましたけど気をつけておいてください。こういった下りは木をね手で掴みながら慎重に降りてくださいね。さっきの向こうには下の街並みがちょっと見えてます。この辺りね尾根沿いで両サイド切り立ってる感じですね。倒木がすごい状態です。ちょっと左から巻いていこうかということで巻いていきます。この倒木で塞がれてますね。
なんか目の前にテラスみたいなのが現れました。何でしょう。さあ、京北 D2 ポスト。ここは振り返ると、じゃーん、パラグライダー発射地点です。広い。でもこれパラグライダーここから飛んでどこに着陸するんやろか。ここはベンチがあってね、見晴らしが良くてすごい気持ちいいですね。はい、それではパラグライダー発射基地から下山していきます。ここからはね、もうひたすら下山をしていきますけども、結構この辺りもね、道幅が広くて、京北トレイル全般に言えることですけども、結構こう幅が広くてね、走りやすいところが多いです。で、人が少ないんでね、トレランするにはいいところかなと思いますね。こちら分岐到着しました。ここに京北トレイル18ポストですね。先ほど茶の実峠からね、ちょっと間違えて進んだところ、そこまっすぐ来るとここに合流します。さあ、それではこの周回コースという方に進んでいきます。鳴野堂の二石仏、ここに茶店があったらしいですね。こちらが大日如来、こちらお地蔵さんですね。さあ、この辺りは結構つづら折れでね、急な下りを下っております。ちょっとこの辺りに斜面が崩落している感じでして、ちょっと怖い感じですね。この上を通っていきます。そこでしたね。だいぶ街が近くなってきました。もうすぐ降りますね。降りたらゴールの道の駅まで道路を進んでいきます。さあ、降りてきました。京北トレイル22番。ちょっとドロドロで見えにくいですけど、ここからはね、ちょっと街中に降りてきたんで道路を進んでいきます。さあ、道路まで降りてきました。ここにまだ京都一周トレイルのポストありますけど、ここからね、我々はもう道の駅の方面に向かっていきますんで、ちょっともうコースずれてね、こっちの方に向かっていきます。さあ、道の駅京北へ向けて川沿いのね道を走っております。山の上はひんやりして寒かったんですけどね、降りてくるとね、晴れ間も出てきてちょっと暑い感じがしますね。はい、この神社はこの参道がすごい広くて立派な感じですね。山国神社とお読みするんですけどね。こちらは梅の花ですかね。すごいね、いい匂いするんです。綺麗な、両サイドにねお花が咲いてて、川沿いで気持ちいいところですね。ちょっと動画で伝わるかは分かりませんが、川の水はめちゃくちゃ綺麗ですね。右手のね、この立派な建物、小学校で、これを過ぎるとウッディ京北道の駅ゴール地点に到着しました。いやー、なので途中寒くてね、ちょっとびっくりしたんですけど、降りてくるとね、もう日も出てきてだんだん暑くなってきましたね。はい。コースは整備もねしっかりされてて、さすが京都一周トレイルという名がついてるだけあるなと思いました。皆様ね、いいコースなんでぜひお越しください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。道の駅ウッディ京北、はい、ゴールしまして、はい、ちょっとね天気もっと快晴の予定やったんですけどね、ちょっと曇りがちではありますけども、はい。でね、ちょっと山の上はめちゃくちゃ寒かったんですけどね。寒かった。降りてくるとね、もう暖かくて気持ちいい感じですね。はい。はい。マリコさん、今日のトレイルいかがでしたか？はい。今日はね、私のリクエストで京北まで来ました。コースはすごく分かりやすくって、どんな人でも来れるんじゃないかなと思いました。
ただちょっと天童山でしたっけ、あそこに行った時はかなり急登だったので、であんまり人が入ってないので、少し難しい登りかなと思いましたが、とっても良かったかなと思います。はい、なかなかえぐい登りでしたね、あそこね。でも全体的にはね、すごい人が全然いなくて、トレランされる方にはね、この人がいないところで練習するのはいいのかなと思いますんで、ぜひ皆さんもお越しください。ではまたトレランに役に立つ動画、講師紹介の動画アップしていきますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただければと思います。高評価の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。バイバイ。じゃあウッディ京北休憩してからバス乗ります。